本日もお疲れ様です。とっとお米チャンネルマイカです。久しぶりに前髪を切ってみました。チョキチョキチョキ。いかがでしょうか。いつも重ためのパンツにするんですけど、こういう薄めのシースルーっぽくもできる前髪にしていただいたので、今までシースルーバングってやったことないんですけど、今度もうちょっと薄い感じでセットしてみようかな。うまくできたらインスタグラムにでも載せます。今回はゴロゴロスタイルの寝落ち動画なので、もう寝る準備万端な方はおやすみなさい。私も寝そう。まだ寝ないよっていう方は一緒にゴロゴロしながら修学旅行スタイルを楽しみましょう。はい。で、今日はね、何の雑談をするかというと、ここ1年くらい韓国で大流行している MBTI 診断っていうのをやります。結構 K-POP アイドルの方々がやっていたりとかで、世界でも毎年500万人以上が利用している性格診断みたいなので、ご存知の方もね多いかなって思うんですけど、 MBTI 診断っていうのは性格を16個のタイプに分ける診断テストで、よく当たるっていう風な評判があるみたいです。で、無料でできるサイトはいくつかあるみたいなんですけど、この精密性格診断テスト16テストでいいのかなっていうサイトを使用したいと思います。実は私は 3,4 年前に職場で MBTI 診断をする機会があって、その際もこのサイトを使用したのですが、仕事のね環境が変わったり、世の中もここ数年でいろいろ変化したので、3,4 年前の自分からどういった変化があるのか、ちょっとワクワクしながらやってみたいと思います。ちなみにその時の私のタイプは ESFJ でした。最近私の好きなアイドルのにじゆちゃんたちがこのね MBTI の動画を出していたんですけど、リーダーのまこちゃんだけこの私と同じタイプでしたね。ESFJ
のサイトではポンって出るだけなんですけど、このサイトはこういう感じで全部のタイプを可愛い動物に例えて診断してくれるので、それもこのサイトがいいなって思う一つの理由でした。猫ちゃん。はい、じゃあ診断スタート。リラックスして悩まず、あなたの自然な方を選択しましょう。たとえ気に入らない場合にも、理想の自分ではなく自然な自分の回答を選択しましょう。できるだけ微妙な回答を避けて、はっきりとサクサク質問に答えましょう。了解しました。はい。文章を書いたりダンスするなど自己表現の趣味を持っている。これはね、動画作ってるから同意でしょう。電気代や携帯代など節約しようと思えば節約することを達成できます。はい、かなり節約するかも。普段好きなもの買いたいから、お洋服とか。私は疑いようのないルールでも自然と疑っている。疑いようのないルール、疑いがちかな。微妙があるので微妙にしておこう。いや、やや遠いかな。多少自分が犠牲になっても他人が幸福になるように行動をとることがあるな。私は妄想しすぎる。物事を過大に解釈するような傾向はない。でも妄想するから微妙かな。次、難しい質問は考え込まずにサクサク選択してみましょう。はーい。私は心配性であり、必要ないことまであれこれ心配してしまう。遠い。めちゃくちゃ心配性だから。私は表情非現実的でも何々かもしれないと仮定を考えることが多い。まあそうね、やや遠い。私は遥か遠い未来に世界がどうなっていくかについてひらめきをすることがある。やや遠いにしよう。私は他人の欠点や悪いところを考える前に人のいいところや上昇資源と見ますね。はい、私は自分が将来どのようになるのかについて確信しており、将来に対する戦略持ってるかな。はい。新しい職場や学校に馴染むためにはそれほど時間を要しないかも。同意が多いね。関連のない物事の隠されたパターンを結びつけることで新たな洞察を得ることが得意ではないけど得意なこともあるから微妙っていいね。なんか曖昧にできる。はい。議論で勝つことよりも誰も腹を立てないようにすることが重要である。勝つのが目的じゃないからな。でもやや言ってくらいかな。言いたいことは
目標を数値化するなど具体的な目標を設定することが得意で、日頃から行うね。私遠い。他人から見た私は慣れ慣れしいというよりも冷たい印象を絶対与えないと思う。物事を整理し構造を作り計画を立てるのが得意かな。自分の所持品を誤った場所に置いてしまうことがよくないです。これある人だとなくし物とか忘れ物するのかな。私は物事を論理的に分析することがかなり得意ではないけど、分析することもあるから微妙にしておこう。次、いいペースで回答できています。借金、その調子です。だってやった。私は人と対話をするとき、ポジティブな内容から話し始めることができている。するね。なんか何かを伝えるときって最初に否定すると初めから受け入れてもらえなくなるから、どうやって話したらうまく伝わるかとか、あと受け入れてもらえるかとか、いいよって言ってもらえるかをめっちゃ作戦立ててから喋る人間だと思う私。はい。業種の異なるアイディアも概念的に結びつけることで新たなアイディアを見出すことが得意だ。こうやって動画とか作ってるからアイディア出してるかな。ちょっとわかんないけど直感で選びましょう。私は犬や猫など小さな動物が大好きであり、とても大切にしている。あるいはすると思う。大好き。小さくなくても好きだけどね、小学生の時の夢とか今やりたいこととか、もしも一つ願いが叶うならっていう、なんか文集とかに書くときあるじゃないですか。その時いつも書いてたのがライオンを飼いたいだったの。将来ライオン飼うっていつも言ってて、今もライオンとか好きだから、小さい動物に限らず私動物が好きなんだと思う。ヘビとかフクロウも好きだし、私は常に問題の本質が何かについて考え込み、かなり夢中になります。ずっと悩んでるもん。決断をするときには自分の気持ちよりも客観的事実を優先する。そんなことはない。どっちもあるから微妙。私は話す内容よりも相手に伝わるトーンや表現を大切にしている。そうだね。伝え方が10割だと思ってるから。そうだね。私は客観的に間違いを指摘されても自分の価値観に反することは認めないだろう。なんだろう。微妙。こういう質問難しい。自分らしくいることが客観的に正しいことよりも大切。やや遠いかな。自分らしくは大事だと思うから。
私は現実主義者ではなく、どちらといえば空想家である。現実的になとか考えるから微妙にしときます。新しい環境では馴染みにくく、周りから孤立しないかな。孤立はしないけど、なんか群れるのもそんな好きじゃないけど、でも馴染むから。私は遊びに誘われるよりも誘わないね。全然誘わないから。あと誘われても断るから、友達いなくなっちゃいそう。はい。私は複雑なことを図や数値を使い、多くの人に理解できるよう客観的に説明することが得意だ。まあでも自分の理解していることだったら相手にご説明するのは結構得意な方だから遠い。論理的に矛盾していれば相手を傷つける可能性があっても矛盾を追求したいと思う。まあ間違ってることを見ないふりはしないで伝えるタイプだから、傷つける場合があっても、いや傷つき具合によるからやや遠いかな。相手のためになるなら傷つけても言うかもしれないけどね。私は未来に何が起こるかよりも今何が起こっているかの方を重要視する。そんなことないな。なんか今が楽しければ OK って思えたらいいのにって思って生きてきたから、結構未来考えがちなので否定にしとこう。私の身の回りのものは決まった場所に置かれており、整理整頓されている。決まった場所には置いてるね。でも一回こうぐちゃってなると、ある程度その時間が取れないとまとまってきれいにしたいみたいな感じだからできない時もあるかな。整理整頓ちょっとやや遠いにしとく。たまに散らかる時あるから。抽象的で分かりにくいアイディアは興味が湧きにくい。いや、そんなことないけど微妙にしとこう。はい。何よりも自分は作れてないよ。次へ進む。この調子でどんどん回答しましょう。お、結構進んだね。はい。私は祭りのような人混みは苦手であり、できるだけ人混みを避ける。まあコロナになってからはそうしたいけど、ディズニーランドとかお祭りとか好きだし、でもそんなに人混みが大好きではないから微妙だな。微妙。便利な微妙。私は独自の理論をいくつも持っており、持論の数は人よりもかなり多いと。そんなことないけど微妙。自分に対してのルールはかなりあるけどね。自分ルール。そういうことかな。いや違うよね。まあいいや。部活動や職場での上下関係は、まあ上下関係は大事な時もあるけど、あんまりペコペコされるのとか嫌なので、やや否定かな。どっちかというと、なんか年下の子とかにもタメ語で喋ってほしいから、初対面は敬語がいいけど、ずっと敬語だとやっぱり距離を感じ
にしておきます。はい、議論をする中で人の気持ちや感情よりも正しいことの方が重要である。いや、そんなことはないよね。人の気持ちは大事だからね。私は礼儀正しくあることと常識的であることを大切に思い、自分もそうであるように心がけます。マナーとかモラルがきっちりしてる人の方が男女ともに好きなので大事。お店で店員さんとかに偉そうな態度取る人好きじゃないから。私は誰が言っているかよりも何を言っているかを評価する。いや、それはそうだよ。なんか立場が偉いからって偉そうってる人とか偉いのによくわからないこと言う人もいるから。私は他人に共感し他人に親切であることは人生において最も重要なことだと最もではないと思うけど、親切であるのは重要なのでやや遠いかな。私は過去にあった出来事を鮮明に思い出すことができるかもしれないな。記憶力結構いいから遠い。他人と会話するときは自分から話すよりも他人から話すこと。いや、そんなことないな。結構私がずっと喋ってたりするかな。人によるけど、なんか沈黙とかが結構苦手で、喋らない人だと喋ってほしくなさそうだったら静かにしてるけど、喋りたいけど喋れない感じの人だったらうまくこう会話をつなぐようにするためにめちゃくちゃ話題提供するからずっと喋るとか結構ある。私は約束をするとき曖昧な約束を嫌い、事細かに内容を確認する癖がある。いや、でも心配性だから結構確認するのかな。同意にしときます。みんなの意見は明確な根拠があるかどうかに限らず尊重されるべきである。意見は尊重されるべきだけど根拠も大事だから微妙にしとこう。私の夢はエンジニアや美容師といった現実的な夢というよりも非現実的、抽象的な夢である。はい、同意です。なんか世界平和とかそういう感じだから。はい、身なりのだらしない人を見るとすぐに気づいちゃうかな、私。私は正義感が強く悪を見つけたら放置できないな。結構できない。でも注意できそうだったらするけど、なんかあんまりこうもう初めから絶対無理だし、なんか自分が何かをすることによってその周りの人が困りそうだったらその場を去るとかそういう感じだけど、まあそれも放置できない。自分が去らなきゃいけなくなるから放置できないってことだと思うので、はい、同意にします。物事を考えるときはほとんどの場合感情と事実を明確に分けることができ、ほとんどの場合って言われるとそんなことないな。なので否定
一緒に行動している人が非効率であるとき、私は常に非常にイライラする。いや、非常にイライラしないよ。なんか私も多分そう人に思わせるときあると思うし、でも私そんなに効率悪くないことが多いかな。まあとにかく非常にはイライラしないので、一応やや否定にします。私は多くの時間を人と共に過ごすよりも一人でいる方を好む。いや、そんなことないよ。否定。誰かと一緒に過ごすのが好きかな。まあ一人も大事だけど、目の前のことだけするのは私に合っておらず、常に先々と新しいことをすること。私には合ってる。ものにもよるんだけど、先のことを考えないと動けないことがかなり多くって、でもなんか黙々とやる作業、ルーチンワーク的なことも好きだったりするんだよね。まあそれはこれとは違うのか。いやいや遠いにしとこう。はい、私は人前に立つとき緊張するよりもテンションが上がる。いや緊張するよ。テンションより緊張なので、でも微妙にしておこう。テンションが上がるときもあるかもしれない。はい、私は正しいが人を傷つけることよりも間違っていても人を傷つけないよ。いやそんなことないな。なんか傷つけても正しいことをしなきゃいけない時もあると思うから、やや否定。いつでもではない。時と場合によると思うから。友達が悲しんでいる時、問題の解決方法を一緒に考えるより励ますなど感情的なアドバイスをする。いやどっちもするから、いやいや否定。いやいやちょっと待って、いやいや否定。シチュエーション考えちゃった。一度決まったルールを疑うことは少し不快に感じないかな。なんか前の職場でもう決まってるルールを効率悪いから見直したいとか何回かやったから思ったら疑って改善するかな。そう感じたらやる。私の頭の中はまだ検討されていないアイデアでいっぱいだ。まあどうかね、こういう動画撮りたいなとか思いつつ後でっていうのは多いから、これはみんな東アーティストさんは遠いじゃないかな。わかんないけど、でも途中まで計画したりもするな。ややにしとこう。私は理想主義なところがあり、自分のあるべき姿、理想の姿を明確に持っている。まあこうなりたいのになれないとかで悩んできたから今まで。これは同意なのかな。同意。はい、次。あともう少しで診断テストが完了します。私は比較的ルーティンワークを行うことがめっちゃ得意です。はい。慣れ親しんだ方法を使うのは退屈に感じるのでよく怠る
私は一人で食事するよりも大勢で食事することを好む。多いかな。大勢というよりはなんかやっぱり一人よりもこれ美味しいねとか感想を言い合って食べたりすると美味しさが増す気がするから、その方がいいかも。私はその場での対応することは得意な方だ。場合によるけど、でもなるべくイレギュラーなことは起きてほしくないから、否定でも得意かどうかだからにしておこう。はい。私はすぐに興味が湧くというよりもじわじわ湧く興味が湧く方だ。待って、1個前のやっぱ否定にしとく。今。はい。で、こっちの質問はじわじわ、そんなことはないな。にしよう。はい。他人の発言や行動における矛盾を見つけたり論破することが得意。論破できてるかわかんないけど結構矛盾見つけちゃうかな。論破したいっていう気持ちがあるわけではないんだけど、喋るのそんなに苦手じゃないから遠い。はい。私は物持ちがよく、あまり新しいもの、そうかもしれない。買いあさる。遠い。私は抽象的な理論を考える仕事よりも具体的なスキルを生かす仕事に興味を惹かれる。そんなことはない。自分に合っていそうなものならいいんじゃないでしょうか。はい。試験勉強や宿題は計画を立てコツコツ取り組むことができた。なんか今のこの性格だと結構コツコツやったりとか計画的にやってる感じがするんですけど、昔は全然なんか宿題は8月31日にやるタイプだったし、今も宿題出されたらそうなる気がするので、過去のことを考えると、全否定はしないかな。否定。はい。隠されている何かよりも実際に現れているものや事実を信じている。そんなこともないかな。あれやこれやと新しいことに手を出してしまうので、一つのことに長続きしない。いや、長い。続く。飽きもせず続くことも多い。はい。私は物をどこに置いたのか忘れやすく、頻繁に物をなくす。物ね、なくさないかな。はい。私はあれこれ理屈で考えるよりも先に行動する方が自分に合っていないかな。考えてから行動することが多いから。私は刺激を好み、スポーツや一発勝負のようにスリルがあることが好きだ。スポーツ好きだけど、否定。あんまり心が荒れるようなことをしない方が安全な気がするから。自分の快適な方法で挑戦することよりも、どんな手を使ってでも目標を達成することが大切だ。そんなことはないかな。健康も大事なので、どんな手を使ってでもっていうわけではないけど、目標の達成も大事なの
私は他人に自己紹介することが多いかな。はい。私は比較的行動力がある方だ。言われたらすぐ行動する。宿題をやろうと思ってたのに、やれって言われたからやる気なくなったみたいな言い訳することもあるけど、でも行動力はある時すごいあるから、やや遠いかな。はい。古くからの人間関係を大切にすることができている。幼稚園からの幼なじみと未だに連絡を取ります。はい。私は自分の行動が他人の行動と同じかどうかを理解しようとする。よくわからんから微妙。はい。私は新しく出会った人とすぐに仲良く。ねえ、昔超人見知りだったけど、そのおかげか今は仲良くなり方がわかるかもしれない。多分ちょっと人見知りな人とかだったら、私もその人の気持ちがわかるから、こういう風に話した方が仲良くなれるなって分かってきてるからかな。はい。私は法律の抜け穴のようにルールの欠陥を見つけることが得意だ。得意かって言われるとわからないんですけど、結構ね、昔の仕事でこういうの見つけちゃうタイプだったので、やや同意にしておきます。はい。私は新しい方法を試すことよりも、信頼できる今までやってきた方法を使おうと。そうかも。あんまり新しいこと得意じゃなかったりするから、機械とかね、難しいし、はい。多くの友達と人間関係が続くことは稀であり、古くからの友人は少ない。そんなことはないんですね。結構古い友達が多いかも。私はスキルを使う実用的な人というよりも、理論や概念を取り扱う創造的な人だ。ややにしておこう。やや同意。私にとって仕事や学校など社会においてリーダーを担うことはよくあるね。結構お願いされたり、あと誰もいないかったらじゃあやりますとかやってたから、はい。私は発言や表現、考え方など周りの人に合わせない。あんまり合わせないかな。自分の思った感じでやりたいから。同意。私は日頃から対立した意見をまとめながら新しいアイデアや視点を思いつく。新しいアイデアや視点、微妙かな。みんなをまとめたりはいいけど、アイデアポンポン系ではないかな。思いつくのが、人の集まりの中で基本的に誰とでも割と話せるかな。今は。昔は考えられなかったけど、はい。予想の範囲内のプレゼントよりも予想外のサプライズの方が嬉しい。いや、どっちでも嬉しいから微妙。私は複雑な問題の答えを導き出すことは得意だが、私の答えは
でした。はい。診断のテストに使う情報を教えてください。じゃあちょっとここら辺入力して最後結果見てみましょう。はい、ということで今性別とかそういうの入力して次へって押したらもう結果が出てきたのでここに出したいと思います。せーの、じゃん。はい。ということで私の性格タイプは人を勇気づけるチームのムードメーカー ESFJ 馬型でした。3、4年前の時と全く同じでした。はい。似てる、その近しいタイプもきっとあるので、人によってはそのやる時によってちょっと結果が変わるっていうのも聞いたことあったんですけど、私は変わらなかったですね。はい、ということでちょっと結果を見ていきたいと思います。結構あれですね、真ん中の方なんだ全部。こうやってグラフでも出てくるから私のこの直感力とかないんだね。あんまり感性が一番グイーンで出てますね。あとは管理力とか想像力もちょっと惜しかったよね。こういう動画作ってるから。こうやってそっか見れるんだよね。じゃあ順番に見ていきます。基本的性格、強い独自の世界観、優れた粘り強さ、優れた共感力、行動が遅い。はい。マイカさんの属している馬型 ESFJ の人々は一言で言えば存在するだけで空気がガラッと良くすることのできるチームのムードメーカー的存在です。どちらかというとチームを支える影の大黒柱として活躍することが多く、人に対する思いやり共感性はとても素晴らしいものです。やった、ありがとうございます。はい、その人の良さからサブリーダーや幹部のようにチームをまとめる役目を任命されることも多い馬型ですが、人を勇気づけることに長けています。馬型の人が一人いるだけでチームが活性化したり、やる気を取り戻すことは少なくないでしょう。馬型は基本的に家族や会社など所属しているコミュニティを大切に、一人一人に思いやりを持っているタイプで気配りが上手です。やった。えーっと
や抽象的な概念よりも伝統やルールに従った意思決定を行うために柔軟な対応に欠けてしまったり、型破りな発想を排除してしまう傾向にあるでしょう。そうかな。馬型にとって、また周りの人々にとって真実だと思えることも実際に真実だとは限らないことを馬型の人々は意識して覚えておくと良いでしょう。了解しました。はい、そうか、他に可能性のあるタイプ、これにも似てるよっていうのも出してくれるんですね。なるほど。めちゃくちゃ結果が細かく出てくるんですよね、こうやって。なるほどね。ユーザーになるといろんな細かいことが見れる。そうです。はい。ちょっと今日は長くなるから見るのはやめておこう。こうやって相性とかも出てくるみたいなので、みんなやったら教えてください。私と何関係みたいな、こういうのもね、見れるんですね。面白い。楽しい食べ物、飲み物を雑談を交え楽しみ、ユーモアのあるジョークや想像力豊かにアイディアについて語り合います。賑やかな感じですね、このグループは。こうやって偉人とかでもこういう人がいますよって教えてくれるんですね。アニメのキャラでも出てくる。面白い。ということで、数年ぶりの MBTI、 めっちゃ楽しかったです。いつも動画で見せるその私とプライベートの、自分は違うかなって思ってるんですけど、皆様が私に対する動画の印象と比べて今回の結果はいかがでしたでしょうか。3、4年前とね、結果が変わっていなかったので、私は多分あのままが私なのかなって思うんですけど、賑やかなタイプ、です。はい。このね、精密性格診断テスト16テストかなは質問数が多くって他のその診断よりも時間がかかってしまうみたいではあるんですけど、その分精密なあれで当たるっていう風に人気みたいなので、診断結果もさっきご覧いただいたようにすごい細かかったですよね。動物が可愛いので、皆様もぜひ試してみてください。一応この動画の説明欄に URL を貼っておきますね。じゃあ終わりましょうか。まだ起きている方々はそろそろね、一緒に寝ましょう。はい。皆様に少しでも癒しをお届けできますように、ゆっくり眠れますように、そして明日も素敵な一日となりますように。それでは